にゃうゆくしゃおはよう、ケイスケ。はい？マリ、忍び込んでないの。わからないの。でもマリ、川屋に行った後、ちゃんと寝たもん。なの。おはようございます、お頭。おはようございます。おはようなの。あれ？マリちゃんもう起きたんだ。早いね。マリね、ケイスケと一緒に寝てたから、ケイスケが起こしてくれたの。またお頭の悪い癖が始まったんですね。お手つきが早すぎますよ、ケンスケ様。本当ですよ。クオン様やユイナ様、それに私たちというものがありながら、こんな小さな子にまで手を出すなんて。おはようございます。どうにも朝が弱くて、お頭、準備できました。水がすくえません。はい。この世はなんと美しいことでしょう。一発屋ですか？素晴らしい。長久手は海より離れておりましたし、田舎ゆえに干物しか食べられなかったのは大変に残念無念でしたからね。お祭りなの。良い案です。ではすぐに参りましょう。ほら、早くしてください。ホクホクの焼き魚が私たちを待ち構えてるのですから。しのちゃん、お魚のことになると途端に張り切るよね。
ヒヨだってお米のことになるとがぜん張り切っちゃうでしょ。それと同じだって。いいよコロ、何をのんびりしているのです。特戦場に向かいますよ。はーい。人がたくさんなのに、この町はなんだかとっても安全そうなの。すごいね。我らが主であるクオン様は、公権力を持つ者がその権力を傘に来て弱い者いじめをすることが大嫌いなんだよ。一銭切りって言って庶民から一銭でも盗んだり脅し取ったりしたら死罪って厳しい刑罰があるの。だから乱暴者が少ないんだよ、マリちゃん。怖いの。でもマリ平気なの。だってマリは泥棒さんじゃないもん。事実、織田領は夜戸を開けて寝ていても野党が来ないと言われるほど治安抜群ですからね。おお、ケイスケ、あんたなんか旅に出てていろいろおいたしてるって聞いてたけど、戻ってきてたんだね。若菜とかがベラベラ言ってたもん。はいよ、お茶どうぞ。今忙しいから注文はちょっと待っててね。お待たせ。注文決まった？じゃあゆっくり選んだらいいよ。今手が空いたところだし。お頭、はい、お品書き。それにしても今日は久しぶりに健介隊勢ぞろいだね。ってあれ、新人ちゃんが入ったんだ。相変わらず女の子ばかりはべらせてるね。こんにちは、お嬢ちゃん。かわいいね。ありがとなの。おお、元気いっぱいで大変よろしい。でも健介、こんな小さな子健介隊で働けるの？へえ、人は見かけによらないね。私の名前はキヨ。お嬢ちゃんのお名前聞かせてもらっていい？はーい。今川自分のだよ、氏真。通称はマリっていうの。マリって呼んでね、キヨちゃん。そう。
マリは一人のものの札から身分なんてないも同然なの。あ、そうなの。じゃあよろしくね、マリちゃん。いや、だってさ、今川家といえば公方様に連なるぐらいに由緒正しき血筋でしょ。いくら私ら庶民でもそれぐらい知ってるしね。緊張しちゃうって。思わず、私もこれで打ち首獄門になるのかって覚悟しちゃったもの。マリ、そんなことしないの。ありがとう。じゃあケンスケたちみたいにお友達になってくれる？マリちゃん。なの。キヨ、よろしくなの。こちらこそ。もうこの子かわいい。決まったの？ごめんごめん。しのちゃんは焼き魚定食だよね。はい。それ以外は眼中にありません。相変わらず好きね。あゆとヤマメどっちにする？どちらも捨てがたいですが、あゆで。最初から決めてるくせに。ひよところはどうするの？今日は白いのある？あるよ。ノビヘイヤで採れた匂いがきつくてすっごくねばついてる白いのが。じゃあ私は白米のおにぎり味噌汁付きで。私もそれをもう一つお願い。海苔はどうする？包みで。あと梅干しとたくあんも。おお、今日は贅沢だね。じゃあひよとコロはおにぎり定食っと。ケンスケは？はいよ。マリちゃんどうする？ケンスケは何にしたの？おにぎりってなーに？じゃあマリもそれにするの。はいよ。海苔はどうする？のり？ひよとコロはどうしたの？ちょっと贅沢して包みにしたよ。じゃあマリもそれ。はいよ。焼き魚定食あゆ2丁、おにぎり定食3丁、全部海苔追加。あとはお漬物。ちょっと待ってて。焼き魚、あゆ、早く食べたいです。お待たせ。なんと香ばしい香りでしょう。こうある家臣に賢きところより可視されるというランジャタイもこの香りには勝てないでしょう。九重のうちに増しますお方がお持ちの昔から伝わる香木のことです。とっても良い香りがするらしいですよ。いえ、ただの例えです。ではいただきます。
さな子に何を嘘教えてるんですか、お頭ってば。おにぎりってそんなに究極なんだね。おいしい。マリ、こんなにおいしいの初めて食べたの。いつもご飯はお茶碗に盛られて冷たいのだったから、こういう食べ方があるなんて知らなかったの。マリちゃん人生損してたんだね。こんなに美味しい食べ物を知らなかったなんて。ほんとなの。ひよ、コロ、こんなに美味しいの教えてくれてありがとなの。へへ、これからも一緒に食べようね。それにしても出陣前の景気づけに白いご飯が食べられるなんて、私たちも出世したなーって実感するね。いつもは玄米だもんね。甘くて美味しい。そういえば健介様、表情っていつぐらいから開くんでしょう。そうですか。いよいよなんですね。健介隊からは誰が出ます？マリは？わかったの。はい、難しいことはわからないですし、それに準備をするのって大好きですから、健介隊のことは任せておいてください。適材適所で問題はないかと。早馬ですね。そういえば前にもこんなことがありましたね。ん？あれは確かしのちゃんが稲葉山城を乗っ取った時ですね。一発屋に朝ごはんを食べに行こうとしてた時です。まだなの。ごめんなの。了解です。健介、おはようございます。おはようですよ。誰がサンタカだ。にゃによー、みつき
様ね、ひどいのだ。まあ僕ら昔なじみだからな。ひなは途中で転入って感じだけどね。出世も同じぐらいの速さだし、いつもどこかで競ってるもんね。そんな感じだな。あ、それより健介、クオン様めちゃくちゃ寂しそうだったぞ。ならいいけど、あんまり殿を悲しませるんじゃねえぞ。もし泣かせたりしたら承知しないかな。それはすごい。それって何よりの経験ですよ。あいつら何考えてんのかわからんから僕苦手なんだよな。ありゃ生まれついてのものだろ。きっと生まれる時に人として大切な何かをポロッと落としちまったんだ。好き勝手言っててひな知らない。健介様、虎がなぜ強いかって知ってますか？もともと強いからです。この前うちの義理の甥っ子が言ってました。ああ、ケイちゃん、あの子ならそういう格好をつけたことを言いそうだね。おお、そういやさ、早馬が城に向かったみたいだけど、誰か何か知ってるか？ワンコたちも知らないんですよ。何があったんだろうね。だよな。まあ表情の間に行けば何かわかると思うよ。さっさと行こう。おはようございます、健介殿。おお、早いな小僧。まだ少し時間があるからな。まあ森の2人は来ないだろうが。でも森一家の代表として鏡さんが来るでしょうから、それで事足りると思いますよ。いや、まだ殿からは聞いておらん。しかし何か変事が起こったのは間違いなかろうな。上洛の途上にある変事なら対処のしようもあるが、我らの背後で起こったのならば厄介なことになる。死なのに駿府、動きそうな勢力が多いですからね。軍団を2つに分かつとなるとかなり厳しくなりますが。しかし今は殿からのお話を待つしかあるまい。健介様なのです。おはようです。おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。2人はちょ
ょっと遅れるんだそうです。先にエリカと話があるって言ってたですよ。健介、これ。皆もすでに知っているであろうが、今朝早く早馬が到着した。差出人は足利義輝、公方だ。都を我が物顔で歩いていた三好松永党のうち、特に松永党の動きが活発化してきているらしい。それは我らの動きに感づいたということでしょうか。詳細は分からんが、その可能性は高いだろう。これに伴い出陣を本日の午後に早めることとする。よっしゃー殿、僕らはいつでもやれますからね。期待しているぞ三和か。期待しててください。麦穂、やれるか。何の障害もなく。松平衆はどうだ。松平衆はクオン様のお指図のもと命を捨てる所存。いかようにもおげちくださいませ。健介、よし。おのおのに命ずる。我らは正午に美濃を出立。関ヶ原を通って江南に入った後は軍をいくつかに分ける。権六、はっ。さっさ前田の両名を寄り気につける。調略済みの江南の豪族どもと連携し、江南の小次郎を全て制圧しろ。江南を特席巻し、観音寺攻めに加われい。御意。五郎座、はっ。寄り気として滝川をつける。観音寺の後方、都につながる小次郎を全て落とし、洛中への道を確保しておけ。御意。我が率いる本隊と森、明智、松平の衆、そして健介隊で観音寺を吸収し、一気呵成に六角を叩く。はっ。ともどもの奮起を期待する。以上、解散。健介、観音寺城で会おうぜ。怪我しちゃダメですよ。頑張って健介様。ブーンを。健介くん、途中まで一緒だね。調略の住んでいる豪族も多いからなんとかなるんじゃないかな。奪っても現実が変わるわけじゃないしね。ひなはこれでいいのだ。健介くんもね。小僧、クオン様をしっかり守れよ。我らが殿をお任せします。しっかりとお務めを果たしてくださいね。その言葉信じよう。ではブーンを。ブーンを。それじゃあお頭、私たちも。先に長屋に戻っております。クオン様、健介様、松平衆も失礼いたします。三河武士の力期待しているぞ。
ようやくだ。時間をかけた以上、一気呵成に都に向かうぞ。みこしである和葉と合流した後、少しな、思いついたことがある。それは一つ確認しておきたい。健介、貴様は我の夫だな。いいから答えてくれ、健介。本当か？本心だと信じてよいのか？ならば心は決まった。その時が来れば貴様に助力を頼むことになろう。そうだ、お前にしかできないことだ。ああ、行こう、健介。おかえりなさい、お頭。はい、もうちょっとで出陣準備完了ですよ。準備は完了しております。甲冑の各組から比較的腕の立つ車種を回してもらいましたから。ただ所詮寄せ集めですから、隊として連携の取れた動きができるかどうかはまだ未知数です。御意。やれやれ、お気楽ですね。なるほど、必要な命令は揃っていますから、なんとかなると思いますが。仕方ありませんね。やって差し上げましょう。お任せください。お頭、この書類に署名をお願いします。出陣にあたっての指図書とか足軽たちへのお給金についての書類です。お頭の署名がないと正式なものとして提出できなくて。あ、これを使ってください。健介隊は皆が皆役職を兼任してますから、こういうのを持っていないと事務仕事ができませんし。それは言わないお約束ですよ、お頭。長江組は準備完了してます。隊列ですが、前列に弓と鉄砲、その後ろに長江、さらにその後ろに本隊と騎馬、最後尾に小荷田と公平って形で行こうと思います。
マリちゃんなら小荷田の上でお昼寝してますよ。出陣の時には起こしてほしいとのことでした。さすが親方様だった子ですね。肝が据わってますよ、マリちゃんは。お頭、コロちゃん、貝だよ。聞こえてる。ヒヨ、そっちの準備は？バッチリ。こちらも準備完了です。各組は組頭の指図に従って行進しなさい。南近江に点在する大小の豪族にはすでに調略の手が伸びており、おおむねこちらになびいておりますれば観音寺までの道に障害はないでしょう。はい、織田本隊、松平衆、柴田衆が揃えば観音寺城もすぐに突破できると良いのですが。観音寺城は攻めるに固く守るに安い山城ですから、攻略に時間がかかってしまうかもしれません。まさか城内に忍び込むとでも？はいって言いたいところですが、お頭を危険にさらすのは大反対です。そうですよ、お頭が直接城内に忍び込むのは禁止ったら禁止です。確かにそうかもしれませんけど。二人とも落ち着いてください。まだどうなるかわからないのですから。そういった議論はその時になってからでも遅くはないでしょう。それはそうだけど。なら今問答するのは無駄ですよ。では健介様、出陣のお下知を。